論語始まるよ。はい、皆さんこんにちは。今日は令和論語第2項目です。本日はですね、2つのことをやりたいと思います。まず、公言礼職少なし字。子曰くはまあいいですよ。孔子がおっしゃいました。公言礼職少なし字。これよく聞いたことあると思います。だから、宗子曰く、我日に見たび我が身を顧みる。人のために計りて忠ならざるか、法友と交わりて真ならざるか、習わざるを伝わるかという、この2つの文章がどういうふうに現代に使えるか、あるいはどういう意味しているかというのをちょっとお話ししていきたいと思いますけれども、まず公言っていうのは巧みな言葉、礼職っていうのはね、なんだろう、おもねり、へつらう、色っていうのは顔色っていう意味です。だから簡単に言っちゃうと、車とかそういうところを売っている、営業の人を思い出してください。あれです。もう巧みな言葉でいろんなこと言いますね。で、顔もニコニコしてごますれてこうやってやってきます。で、そういうのは人が少ないって孔子は言ってます。でもそれはなぜ言ってるかというと、こういう人がたくさんいたってことです。いたってことは、現代の中国でもこれが主流なんです。まあ当たり前ですけどね、日本人ほど、なんていうんだろう、単色でこういうふうに付き合う人はあんまりいないんですよ。ちょっと身分が高いとなると、中国でもどこでも、どうもどうもどうもって付き合うのが普通です。で、上の人は、って付き合うのが普通です。この落差っていうのはどこの国でもあるんですよ。日本はそれがあんまりないんです。でもそれやりすぎると、人が少ない。まず、この中で、これ少ないって読んでくださいね。これ少ないって言います。少ないってこれやっちゃうと、この当時、これは若いって意味になります。これヤングですから、これ使わないでくださいね。で、少ないっていうのは論語では3箇所出てきます。これが少ないです。これが少ないって意味はないです、この当時。論語の中で。で、人なんですけど、これとても難しいんです。これはね、日本語では簡単に思いやりって書いてあります。思いやりっていうのは、自分の思いを向こうにあげることを思いやりって言いますよね。ということは、押し付けにもなります、これは、人は。で、江戸時代から言われていることはそうではなくて、向こうの言ってることを汲み取ってやるっていう意味で使ってるみたいです。これ思いやりっていうのは、向こうの言ってることを汲み取る、向こう中心、向こうサイド中心になることなんです。でもそれはあんまりいいことじゃないんです。全部向こう中心になっちゃうと、こっちがいなくなっちゃうってことでね。で、思いやりってことはね、違った言葉で言うと、同情してあげるとか、協情してあげる。協情ってわかりますか？これね、同情とちょっと違うんですよ。同情してあげるって、協情してあげるっていうのは、共に持っていくってことで、同情っていうのは同じになっちゃうっていうんですから、あんまりこれいい言葉じゃないんですけれども、人っていうのはね、どうも今の日本ではこっちに使っているような気がします。こっちにね、同情している。よくヨーロッパなんかで、君と共にあるってよく言いますよね。君と共にいてあげるっていう、あれのことだと思えばいいです。これは。そうすると、でも最終的には線引かなきゃダメですよ。あなたはあなた、私は私っていうのを引かなきゃダメです。日本っていうのはいつまでも引かないところがあります。それいけないですね。で、それがこれです。どこまでその線が持ってるのかっていうのは公言礼職です。で、色っていうのはね、これ日本人難しいんですけども、ニコニコしてる人ですね。媚びへつらっている人っていうことです。媚びへつらいっていう言葉はいい言葉じゃないんですけれども、まあ媚びへつらいですよね、これね。あんまり日本では使わない。中国ではガンガン使いますから。公言っていうのはね、いいことも悪いことも巧みなんですよ。これがやりすぎると、同情協情っていうのがなくなっちゃうっていうね、思いやりがなくなっちゃう。まあそれはちょっとこっちを置いておきましょう。ここまでやってますね。で、その次はこれです。宗子というのは孔子の孔丘ですね。孔丘の弟子です。で、この人はね、論語の中に出てくるんですけども、どうもね、天然系だったらしいですね。のろまで。で、まあのろまで天然系っていうのはおかしいですけども、かわいそうですけども、テキパキ物をやらない人だったらしいです。で、その人が17そういう人が言ってるってことですからね。私は1日に
3度私のやってきたことを見よっていうのはやってきたことですね。顧みますってこと。これ3度顧みるって言って次に3つ書いてあります。だから3点顧みるっていう意味なのか3回顧みるっていう意味なのかよくわからないんですけども、とりあえず3つのことを何度も1日に反省する、帰ってみますってことです。たくさん考えちゃダメですよ。3つだけですからね。まず1つは人のために計れて忠ならざるか。これ他人のため、お友達でも何でも言います、いいです、のために気を配ってあげて、この忠っていうのは日本では忠実って意味になりますね。忠実っていうのは上の人に対して言われた通りのことをするという意味で使ってますけど、実はそうじゃなくて、忠というのはね、こういうことなんです。忠と心が一緒になってますから、心に当たるっていう意味が忠です。ということは自分の考えていることを素直に発表してやるってことです。素直にです。相手の気持ちになってあげてもその通りにやらない、あなたの言ってることはいいのよ、そうなのよ、その通りよだけじゃなくて、私はこう思う、何かアドバイスがありますかって言われた時にこっちからガンガン言ってあげるんです。言わなきゃダメです。日本人は忖度ってのあるでしょ。だからその子がどう思ってるかなっていうと、その子の気分を害さないように言っちゃうことが多いんです。これは関係ないです。その人の気分が害するか害さないかは関係ないです。それはその人のためになるかならないかを言います。忠、非常に重要です。だから、戦国時代なんか忠ということをよく言いましたけども、この忠によって死んだ人はいっぱいいます。これは諌めるわけですね。官です。この忠というのはこういう意味なんです。これはそういうことをしてはいけませんよっていうことが忠だったんです。だから現代ではね、社長に物を言うのはちょっとおかしいですから、その親に物を言ってもおかしいですから、親が悪いことしてても子供はどうするかっていうことがありますよね。それ論文にも書いてありますけれども、お父さんそれいけないよっていうのが実は忠なんです。うるせえなこの野郎、黙ってろお前、子供のせいにって言われてもでもいけないよっていうのが忠です。そうすると殺されることがあります。これは場合によってはね。だけどもその人のために考えてあげて、自分の言ってることはこうなったっていう参考に言えばいいんです。参考にその人のために言ってやって自分をなくすってことは一番いけないです。から次、法有と交わりで真ならざる。法有っていうのは1回目に出てきました。これじゃないです。法と有です。法というのは同門ですね。これは同じ先生に習った人です。同じ学友です。友というのは地域の友人、知り合いです。でどっちでもいいです。これは知り合い、何でもいいですから、交際をして真ならざるかっていう。真というのは人間に言ですから、これはその人を裏切ってないかってことです。つまり嘘をついたり陥れたりはめたりしてないかってことですね。だから測るという字、これ悪い意味でこれ使ってますけども、企んでないかって意味ですよ。真ならざる。本当に素直に信頼を持って、信頼って言葉で今言いますけども、企みを持ってないで純粋な気持ちで友人と付き合っているだろうか。からならざるを伝うとか、これは一発目で出てきましたけども、復習です。先生の言ったことを自分の経験とか日常の中で、そうだこのことを言ったなっていうことが習ですね。そうやって先生の言ってることを思い直すんです。そういうことがないのに伝えてしまったか、一つのことを言ってるのに受け売りをしてしまったかということです。で、受け入れをしていないだろうか。でこれはですね、簡単に考えると、忠と信と伝なんです。で、この忠というのは素直に自分の思ったことを言ってあげてるか、これは企んでないか、これは表現ですね。言うことは言ってもいいんですけども、自分の経験から言うってことです。
自分の経験を伝えてるかってことなんです。自分が経験がなかったらば、これは先生がこう言ってたよって言えばいいんです。でも本当にその人に言うときは自分の経験したことを伝えています。でこの3つのことを毎日毎日私は反省してますっていう。でこれはちょっとやりすぎはやりすぎなんです。日本ではイベントの後は反省会必ずしますよね。反省会か飲み会かです、これは。でそれはいいんですけども、一番いけないことは、うまくいった、お客さんもたくさん来た、売り上げも上がった、そういうイベントがあったとしますね。その時になぜ反省するかってことですよね。反省するっていうのは、公民的に言いますと、悪いところを直すってことですよね。でこれは悪いところがないかって見るんですけども、悪いところがなかった、マイナスの部分がなかったらいいんです。もうその話はやめてガーッと飲んじゃえばいいんですよ。ところが日本では何点何点ってことを出さなければいけないってね、無理やりやるんですよね。でそれはいろんな会合ありますけどもね、 PTA の会合とかありますよね。地域の会合とかなんだろう、マンションの会合とか、そういう人たちはいろんなこと言いますよね。いろんなこと言います。その時にこれを3つをとにかく自信を持って言えるかってこと、ガーンとね。でそれで自分がどう思われようとも構わないんですよ。そんなことはないんです。自分自身をちゃんとするからですね。でそのしっかりした自分を作っているって言って相手のことを考えてあげますよね。それが実は仁なんです。だから仁というのは同情とか協情ではなくて、相手をどのように奮い立たせ、どのように立ち直らせているか、自分の力によってそういうことをやってあげるというのが仁。それが思いやりっていうことで、自分のことを投げかけてその人を変えるという意味ではないですね。その人を立ち直らせる、うまくいかせてあげられる、いかない場合もあります。でそういう要素っていうのをこの3つのことの中からやりましょう。そういうことです。その時にこればっかりやってると、おべっかばっかり使ってると、こういうのは発揮できませんよ。そういうことになります。だからこれ仁というのはね、仁とはこういうことだっていう論文の中で言ってません。これ難しいんです言うのは。論文っていうのは論理的ではないですから、こういうことが言われてますよ、こういうことが言われてますよっていう例で喋ってるだけですから、なかなかこれ難しいんですけども、難しい中でこういうことは分かっていくのが重要なんです。でその中で押さえるべきことは、偽ったことを言ってないか、自分のことを言ってないか、これは裏切ってはいないか、企んではいないか、これは自分の経験以外のことをガンガン喋って受け入れしてないか、このことを考えて仁を伸ばしていきましょうというかな、そういうことをこれは2番目で言ってます。本日は以上です。